ちは、ネイジの猪俣です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は前回に引き続き自分服作りの紹介をしたいと思います。スカートとボトムスと紹介してきましたので、今回はワンピースを紹介してみたいと思います。結構ね、昔から洋服作りをしてきたんですけれども、その当時やっぱロックミシンがなかったので、縫い代の処理をジグザグミシンなどで処理することが多かったんですけど、やっぱりあんまり得意ではなかったので、今回は、こういう袋閉じ縫いですね。バッグと同じような仕上げ方でできる綺麗な内側も綺麗な処理の方法でワンピースの作り方を紹介していきますので、よかったら一緒に作っていただけたら嬉しいです。で、今回全部ねこう閉じるだけにしてきました。で、実際には本体が縫い終えたらこの肩紐で自分の着丈の方をですね調整していきますので、実際に着ながら紐の長さなども調整していくようになります。よかったら一緒に作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。はい、こちらが今回使用する生地になります。前身ごろ、後ろ身ごろ、そしてキャミワンピなので肩紐にするループを作っていきます。こちらも後で長さを調節していきますので長めに準備します。こちらが今回の製図表になります。まず、身幅一番最大で幅90センチで取ってみました。で、ここの肩のとこのラインになるところを40センチにして、一番短い胸周りのところを35にしています。実際輪にしてますのでその2倍になるので、この胸囲のところは70センチになっています。はい、それでは今回はもう最も簡単に作れる方法で仕上げていきますので、今回2枚同時に全部カットしてみました。ですごくシンプルに、説明していきますので、全部アイロン使わずに手作業で進めたいと思います。で、ここの、斜めにカットした部分は袖ぐりになります。ここを、5ミリでまず折って、またさらに折るという5ミリの三つ折りにしていってください。で、こちらを4箇所全部同じようにしていきます。はい、では全部留め終えた後でちょっと外表に重ねていきます。で、外表に重ねた時にここを揃えるようにして4箇所同じようにして際を縫います。はい、今回も職業用ミシン SL700EX を使っていきます。こちらは私が普段の制作で使用しているミシンになります。で、縫い終えたところになります。こんな感じで、5ミリの三つ折りにして際を縫ったところです。脇はこんな感じでちょっと中途半端になってますね。で、ガーゼを縫う時はミシンの針を新品に変えると糸つれが起きにくくなります。是非お試しください。こちらを両脇ですね、4枚4箇所脇ありますので、4箇所ともこう重ねて揃うかどうかを確認していきます。だいたい5ミリぐらいの誤差ぐらいだったら大丈夫かなと思いますので、このまま進めていきますけれども、大体こんな感じになっていくかなと思います。そしたら本体を外表に重ねて脇を揃えていきます。袋閉じの紹介をしていきたいと思います。で、実際にここがもしこうずれたとしても、こことここが重なり合うことはなく、後ろ身ごろと前身ごろになりますので、ここは1センチぐらいずれても気にせずに脇のところは揃えていきましょう。
脇のここの気にするのは裾から、この裾からこの脇の部分までのここの長さは揃っているようにしていきます。今回私はチェックで作りましたので、ここのチェックのところもちょっと合わせられるようにできるだけね揃えていきたいと思います。それでは両脇をまず5ミリで、職業用ミシンの場合は押さえの端をこの布端に合わせるとちょうど5ミリになりますので、そのようにして縫っていきたいと思います。はい、脇が縫い終えたところです。で、縫ってないのはここの上の部分だけになります。で、これから袋閉じをしてしまうので、ここの横の糸がケバケバしてる部分は綺麗にここでカットしておきます。で、ロックミシンだとこういうのが一緒にカットされて綺麗に閉じていくので1回で終わるんですけれども、今回は袋縫いで閉じる方法を紹介していきますので、ちょっとここの部分の一手間増えますけれども、ここはちょっと丁寧に進めておいてください。それでは切り終えたところで裏にしていきます。これはバッグの時に紹介するのと同じように袋縫いの方法になりますので、処理の方法は一緒になります。コロコロオープナーを使って脇の部分、縫い芯ですね、縫い合わせのところを少し、ね、しっかり倒しておきます。はい、それでは両脇が留められたところで7ミリで縫います。この脇の部分は綺麗にここで仕上がる時がこう綺麗になるようにちょっと意識して留めておいてください。はい、縫い終えたところです。表にすると縫い代が隠れている状態になっていきます。脇はこんな風につながっていきます。後ろこう縫い代が閉じられている状態ですね。バッグと同じ作り方になっていきます。そしたら今度紐通しの部分を作っていきます。では紐通しの部分は1センチ折ったら3センチ、ちょうど今回チェックなのでそのまま3センチの3つのマスで作っていきますけれども、1センチ折ったらここで3センチになるようにして折っていきたいと思います。暑いですからアイロンは使わずにコロコロオープナーを使用していきたいと思います。そうしたら反対側も同じようにしていきます。はい、そうしたら両方折れたところで際を縫います。では、縫い終えたところになります。端のところはそのままミシン目が残るように、途中で止めずにですね、端まで縫う方が、仕上がりは綺麗かなと思います。この端っこのところまで縫って仕上げるようにしてみてください。それでは裾も同じようにして1センチで折って3センチで折るようにしていきましょう。で、この時にこの脇の縫い代はまず1センチで折ったらここを交互に倒して包むようにしていきます。そうすることでここの段差が少なくなります。ここは距離が長いのでアイロンで折り目をつけてもいいかなと思います。で、ここの脇の反対側の縫い代はこっちで倒したのと同じ方向になるように倒れるようにしていきます。なので、はい、じゃあこのように留められたところで際の部分もぐるっと一周縫います。はい、それでは最後のところに来たら最初の糸を切って
縫い目を重ねていきます。はい、じゃあこれで縫い終えたところです。すごくね簡単なので、同じ方法で裾と、胸周りですね、この紐通し口を縫ったところになります。それでは、もう本体の方はもうこれで完了なので、続いて紐を縫っていきます。でこのまま肩紐になっていきますので、ここの長さはちょっと自分で調節していくような感じになっていきます。コロコロオープナーを使って四つ編みにします。今回はちょっと長さを後で調節するので、端っこのところはそのまま切りっぱなしの状態で、そのまま端から際を縫っていきたいと思います。はい、これで肩紐が縫い終えたところです。そうしたら本体の方に通していきます。でサイズ調節するのは左肩になるので、左に紐が残るようにしていきます。こちら側ですね。この部分が肩紐になっていきます。これでちょっと一回、着てみて肩紐の長さを調節していきます。はい、これで実際に、自分の身丈に合わせて肩の紐の長さが決まったところです。で決まったら待ち針で留めて、この部分はミシンで縫い留めておきます。このまま縫い留めずに着ることももちろんできるんですけれども、実際にはこう止まってる方が着た時のギャザーのバランスがすごくいいので、ここは止めておいた方が後々いいかなと思います。で紐もねじれないようにしっかり留め直したら、ここの縫い目のところでミシンで縫っていきます。で端っこのところは今こういう風に折ってますけれども、こうループでこう紐で通せるようにちょっとおしゃれな感じにしたいので、ここを切り取ります。この部分を輪にして、ここで中に入れます。で入れたらここも同じようにして縫い留めます。で縫い留める時はミシン目を重ねていきます。前は結構ギャザーを自分で直せるんですけど、後ろの部分は自分が見えなくなってしまうので、中央のところで一度縫い留めておく方法を紹介します。この中央の部分がこうギャザー均等になる部分になりますので、そういう時にこういうちょっとしたレースなどをここで使ってあげるとワンポイントにもなるのと、あとギャザーが止まってしっかりしてくるかなと思うので、ちょっと試してみてください。ここはレースじゃなくてもタグとかでもいいですし、ただミシンで縫い留めちゃうだけでもいいと思います。こんな風に仕上がるとこういう風になってくるかなと思います。前後同じようにしてもいいですし、背中がちょっと見えなくなっちゃうので、ギャザーのバランスを良くするためにこの方法をちょっとおすすめしておきます。そしたらここの部分を縫って仕上げていきます。はい、それでは最後にこのループのところに紐を通して、
ます。ここはそのまま縫い付けてもいいんですけれども、ちょっと飾りっぽくしてみました。前の部分はねギャザーがちょっと動きますけど、もし気になるようだったら後ろと同じようにレースを縫い留めても可愛いかなと思います。前後特にないので、こっちが前になってももちろんね可愛いですから、よかったら自分服作りに役立ててください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。でロックミシンを使わずに仕上げる方法なんですけれども、ロックミシンあればねこういうキバキバしたところとかは自分で処理が必要ないというところでやっぱり便利かなとは思うんですけれども、ない場合もジグザグミシンだとちょっとガーゼは引っかかりやすいので、引っかかりやすいガーゼもこの袋閉じという方法でバッグと同じような仕上げ方で仕上げることができますので、よかったらこの夏ですね、またすごく暑くなるみたいなのでガーゼで気持ちよく過ごして、おうち時間をね過ごしていただけたらと思います。こうやって一回洗ってちょっとシワ加工すると、先ほどよりもちょっと風合いが落ち着いて、ちょっと少し大人っぽい感じの仕上がりになってきますので、よかったらこういうねウォッシュ加工的な乾かし方の方も試してみてください。こちらはねガーゼとかリネンでやるとすごく風合いが増しておしゃれな感じに仕上がってきます。